に広がっているレンコン畑に到着しました。すいません、お母さんに送るんで。初レンコン頑張ります。このレンコン使ってミリも作らせてもらったんで、はい、去年とか前回のシーズン中に一度、はい、白花酒で冬に販売させてもらったんで、今回は農家さん実際に見てみたいなということで、はい、すごい思ったより足が取られますね。ちょっと立っとったら沈みますかね。沈みますか。やっぱり沈むんだ。そうです。ここにこの節々に根が張ってるわけよ。はい、この節々を浮かしてやると、根と土離してやる。そのまま上に上げる人がいるんだけども、はい、そうしたらこの節から折れてしまうから浮かして、後ろに。あ、出てきた。ゆっくりゆっくり。まだ折が続いてないよ。あ、折が出てないぞ。折れてない。折れたか。折れたかもしれない。キッていう音がした。キッていう音がした。特にこの手彫りはすごく体力もいるし、傷つけないようにする難易度もめちゃくちゃ難しいっていう。これ重労働ですよ。やりました。しかも超長いやつを。いいかな。あと試食させていただきます。楽しかったですね。ハマってしまいそうです。はい。おはようございます。こんばんは。夜遅くからありがとうございます。海のように広がっているレンコン畑に到着しました。弘中食品の児玉と申します。よろしくお願いいたします。頂戴いたします。はい。よろしくお願いいたします。今日は朝早くからありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回は、おにぎりも使っていただいてありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。弘中と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すいません、お母さんに送るんで。じゃあ準備簡単なので行ってこようと思います。お願いします。よし。では出発しようと思います。はい。では出発します。行きます。バイバイ。行ってきます。この橋田に来られたのは初めてですか？初めてですね。ああ、そうなんですか。びっくりしましたね。一面に広がってそうですよね、はい、私も地元じゃなかったら全然知らなかったんで。山口県がレンコンの生産量でいうと全国で5位ぐらいの産地で、だいたい県内の生産量の約9割ぐらいはここの小津門前っていう地区なんですけど、はい、ここに集中しているような産地になってます。土質の関係と傷つけずに掘るために水を抜いてフワで掘るっていうのが昔からされているらしいです。今日お邪魔させてもらう農家さんが野原勝さんっていう農家さんで、はい、もうベテランの農家さん。ちょっとあんまりおしゃべりとかしないタイプかもしれないんですけど職人気質な感じの。でも女性には優しいのでご安心を。
はようございます。おはようございます。すいません、今日よろしくお願いします。お邪魔させてもらいます。おはようございます。よろしくお願いいたします。広島でおにぎり屋さんされているザッツライスっていうお店東よろしくお願いします。おむすびの、はい。はい。よろしくお願いいたします。今日は。突然すみません。思ったより迫力がありますね。はい。実際に近くに見たらもっと葉っぱが大きくてびっくりです。はい。初レンコン頑張ります。農家さんはラジオ聞きながらやられてますね。ラジオ聞く人多いです。農家さんは。ラジオのおすすめのサークルとかもあるらしくて、今聞いたところによると。あとでそのおすすめのラジオも聞いてみたいと思います。これをくださいました。今日は農家さんになります。ここは低くて、あちきの奥が高いので、品種がこっちとこっちで違うらしいです。最初ここの産地はユンボで、はい。このまだレンコンの茎とか葉っぱがついているところを、はい。わっつけをガーってこう抜けて、はい。こっちに避けてあるのは山についてが避けたところなんですけど、レンコンの頭の根が見えるところぐらいまで掘ります。これ白いのがちょこって出てたりするの分かりますかね。あ、はい。あれがレンコンの根なんですけど、あれあんまりもうちょっと深く掘っちゃうとレンコンに傷がついちゃうので、つかないギリギリのところをこうもう熟練の技でユンボで掘られて、その後これ同じ機械ですね。これ万能具はバンクーって言うんですけど、こっちではバンクーで上付きをこう掘りながらレンコンの姿を見つけて、細かいところをこの貝かきって言われるストアで、はい、避けながら掘っていくっていう。皆さんすごい暑い中掘ってくださって。
怖いな。本当だ。うわ、すごい。お邪魔します。はいはい。リアカーの、はい。ご存知ですか？ファあンが。りがとうございますと思って。いや、そうなんですよ。今回お邪魔させてもらってます。びっくりしました。このレンコン使っておにぎりも作らせてもらったんで。はい。去年とか前回のシーズン中に一度はい。白話で。冬に販売させてもらったんで、今回は農家さん実際に見てみたいなということで。はい。ありがとうございます。すごいですよね。今日朝早くに広島から来てもらって。はい。ありがとうございます。お願いします。はい。すごい。思ったより足が取られますね。いや、そうなんですよ。ずっといたら中にずっと沈んでしまいそうです。あ、でも、どうですかね。ずっと立っとったら沈みますかね。沈みますか？体重によって。やっぱり沈むんだ。でかいです肩にでね。きるぐらい。レンコンの葉っぱってこんなでかいんですね。これでも小さい方ですよね、早稲田系。こんな長いの実は。そうです。野原さんが今から撮っててなんで、わかりました。ちょっと見ながら。はい。わかりました。水あるんですね。もうこっからこっちがまだ掘ってないとこなんで。なるほど。いいですか？こっからは開拓で。わかりました。お、こんな感じですね。こんな感じ。はい。すごい。で、これを、すごい、デコボコしてる。ここに、この節々に根が張ってるわけよ。はい。ここに根がある。で、この出てきたら、はい。この節々を浮かしてやると、根と土離してやるわけ。え、そうなんですね。そして、そのまま上に上げる人がいるんだけども、はい。そうしたらこの節から折れてしまうから、浮かして、で後ろに、この貝殻と一緒に、後ろに。後ろへ引っこ抜く。上に上げるんやつ。そうそうそう。あ、出てきた。ゆっくりゆっくり。まだ俺がついてないね。あ、俺が出てないぞ。折れてないです。折れたか？折れたかもしれない。切っていう音がした。切って折れました。音も入るんかいな。めっちゃ難しいです、これ。超難しい、これ。そうなんですよ。野原さんすごく簡単そうに言われるんですけど、素人全然できないですよ。こうして浮かして、後ろに引きなさい。すごい。すごい。レンコンって規則性がないので、生え方ってすごくイレギュラーなんですけど、そうなんですか。全然わからないんですけど、農家さん曰く、目のレンコンって出てる目とかを元に、大体どうレンコンが生えてて、どっちが頭とかっていうのが分かってらっしゃるみたいで、その分かってみたいから折らないように、傷つけないように周りから掘られて。あっさり見つけられる。あ、めっちゃ大きい。傷ついた。傷つけてしまった。足ですか？足ここ。難しい。難しいぞ。はい。すごいこれ。柔道用ですね。すごいです。傷つけないようにやるのが。こう手の今野原さんされてるのが先で当たる感覚で私足があるはかないか。左だけだが。これやったら、もう出るじゃろう。はい。これでいったら今度こっちの開拓に。はい。ここにもあります。向きがこっちからの方がいいな。そうですね。こっちが頭でこっちが尾になってるので、で隣に枝が出てるから、はい。これが枝ですね。本当だ。枝もあるんですよね。そうなんですよ。横から生えちゃってる。そう横から出てきてるのがおじさんならあれ枝。を三男坊。あ、そう。長男次男三男。あ、いつもだからそうな。出たかい？出てきました。もうちょっと。大汗かきます。頑張れ頑張れ。すごい。ここにもある。あ、そうですね。そこをちょっともうちょっと。持ってから、ここからこうやって。
下からその方までわかんないし、この方まで。よいしょ。これうどまた。まだですか？もうちょっと下も。ここまで。頑張れ。これに沿って掘ると楽かもしれない。このハスに沿って。あ、大丈夫です。枝だけこの私無駄にして締まってる気がするように、はい、この横。茎は別じゃないか。これは別ですね。ここまでがここまでなんですここまでがハスなんで、この横を沿って一本横に違うのがなんで。ある気が。これ強力どう？はい。うん、違うのが。違うまた。お、これで出たんじゃないですかね。おが見えた。うわ。お、来た。浮して。はい。また下がる。ヒゲさん、チャンス。あ、で、後ろにある感じで、引く感じで。しながら。おー、いけましたね。すごい、一本取るだけでこんなに。大根じゃないの。レンコンやばいですね。レンコン、特にこの手掘りはすごく体力もいるし、傷つけないようにする難易度もめちゃくちゃ難しいっていう。これ柔道道です。すごい。せっかく掘られたんで、映像。やりました。しかも超長いやつを。大忘れですね。やばい。これを何本も掘ってます、農家さんは。プロなんだなと思いましたけど。すごい。ここだ。ここにもあります。傷つきそう。見えた。見えた。ありがとうございます。これを傷つけずに取っていきます。ここが終わりか今見てます。あ、ここかな。まだ続いてる。ここに。こうですか？うん。取れた。やった。嬉しい、めちゃくちゃ。はい。超嬉しいです。では、取りました。かわいい。かわいい。すいません。泥まみれでやっていきます。後で送ってはい、ありがとうございます。あそこまでも、ここまでしてもらってました。これはもう、買い時あります？買い時はあります。買い時の方がいいかもしれないです。これをきれいに。レンコンの周りの土をさーっとのけて。よいしょ。もうそれから先の方は話してあるけど。はい。あ、そうなんです。うん。指が痛ないだろかな。かようが指あんだ。もみじみたいな手じゃろうに。もみじか白魚か。うん。動画の手だろ。毎日おにぎりを握られてましたね。そうね。でも今日は確かにお母さんにちっちゃいです。小さいな。はい。白魚みたいな手やな。指が痛ないとか。これここまで。ここまで。うん。周りまでほら。はい長いの取れるかな、自分に。取ってみます。うん。傷つけないように。うわ、すごい。よし、それが来たらもう10キロ引っ張ってるように浮かしてこれ後ろ引っ張っていけない目と筒を離してまだないかな。まだ。あ、ここが重くなってる。こうして浮かせる。上に下げるんじゃなくてこういう感じで浮かしてくる。引っ掛けるぐらいのそうそう。感じで。うん。こうして。
よっしゃ。もう出るわ。本当だ。それでおったらバッチリだ。罰金しないように頑張ります。ここにも枝が、これ枝なんですね。うん、取れる取れるもう。取れる。もうその後ろ引っ張ってから取れる。後ろ引っそう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 。最後の最後でめっちゃでかいの取れました。やばい。ほぼ開けてくれてました実は。せっかくなんで野原さんも一緒に。いやいや恥ずかしい。いやせっかく大きいのが出たんで一緒に。恥ずかしいじゃん。いい思い出に。はい。じゃあいいですかね。おお大丈夫ですか。こんなとこすごいですよ本当に農家さん。あっちカメラかな。あ、ここで、はい、ここでいいです。お願いします。はい。いいかな。はい可愛い。めっちゃ重い。何キロありますかこれ。2キロぐらいある。はい、取ります。はい。もう一枚いきます。はい、オッケーです。もう一枚取っとこうかなじゃあいいですか。ラスト。はい、いきます。はい、チーズ。あ、可愛いいいですよ。ありがとうございます。あとで試食させていただきます。ありがとうございます。軽で撮ってるけど女性も撮ってらっしゃいますけど、上から見るのと入ってみるのは全然180度違いますね。はい。歩くのがまずままならないです。はい、プロだなと思いました。ありがとうございます。楽しかったですね。ハマってしまいそうです。はい。室内より外がいいですね。はい。ありがとうございます。思い出の土です、これは。はい。農家さんも毎日こんなになりながらやってらっしゃるなと思いましたね。はい。すごいと思います。本当に。こうやって苦労して一本一本取られてるんだなって思いましたね。朝4時5時からやられてるそうで、それを農家さんとかは誰かが発信しないと見てもらえない。私は自分で発信してるけど、農家さんとかはされてないので、こんな毎日大変な仕事をみんなが食べてるレンコンをこうやって取ってくださってるんだなってしみじみ思いました。思ったより大変です。足取られて歩くだけでも大変なところで、1本取るだけで大汗出るレンコンを何本も取ってらっしゃってて、で誰も発信されてないので、皆さんも野菜大切に食べましょうって思いました。はい、ありがとうございます。すいません、何から何まで本当にありがとうございます。首の後ろにや。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鍛える。ありがとうございます。これの調理に使っていただいたのは白花品種。もっちりホクホクした食感が特徴的な製法です。すごく岩国レンコンに安心安全っていうところを意識しての栽培作りにしてくださってます。土壌の特徴としてはパイプラインをどの田んぼにも引いてて、錦川っていう錦帯橋の下を流れている鮎も生息するような綺麗な川なんですけど、そこから水を引いてですね、田んぼの端についているバルブをひねると綺麗な錦川の水が流れ込んで生活用水とかが混じらないようになっています。なのでこの独特な砂質でミネラルも湧くような土壌と、あとは綺麗なお水と生産者の方のこだわりっていうその3つです。さらに白花品種がメイン品種なので、っていうのがすごく合わさって皆さんにもっちりホクホクな岩国レンコンっていうので食べていただいてます。こだわって作ってらっしゃるの今日行って分かりました。実際にやっていただいて、あれが一番感じると思うんですけど、なかなか大変なので、むしろ大変な中ありがとうございます。暑いところ。こちらこそです。一個一個手でやられてるんだなって思いました。はい。
農家さんも。すごいですよね、はい、うちも作ってくださる方がいらっしゃるから、うん皆さんにお届けできてるんでありがたいなと。思いますと、はい、今日はこの一応この商品作りを行っている現場を今から見ていただこうとそうな思うんんで、ですね。ありがとうございます。じゃあ明日からレンコンを使って試作を始めようと思います。はい。山口の最強高校さん。やっぱ山口のやっぱりものをふんだんに使った商品を使いたいので、ちょっとそれを今回のこだわりのレンコンを生かしたおにぎりを作らせていただこうかなと思ってます。はい。ありがとうございます。奥見渡しても緑、レンコンがあります。この手の作業で全部取っていくっていう。迫力満点。自分の身長より高い葉っぱばっかりやります。一人一人手で取ってらっしゃるんで、ちょっと美味しく作りたいと思います。ありがとうございます。カゴに入れて、その状態でここにバッグで車ごと持ってこられるんですよ。おはようございます。大変なんですよね。取るのね。屋台まだとね大変だってね。なんかつぶつぶがたくさんあるんですよ。あ、それダメだ。かわいい。ワセの方の間のワセの方がこの節感が短くてこうまるっとしたのがような品種の特徴ですね。使ってるって白花はどっちかというとこういう感じの間節感が長いのも特徴なんですけど、洗浄して向こうの工場で真空パック処理作っています。ここは一時処理をする工場になっています。でかい葉っぱ。すごい。迫力満点ですね。すごい。でかっ。これ傘。すごい。いや、すごいこれ。もう始まってますね。ここは真空商品を作っている現場になってます。全部やっぱり人の手でやられてるところばっかりだなっていうのが印象ですね。
手作業の部分の方が多い。そうですね、なかなか機械化が難しいお野菜っていうのもあって、まあ、できるだけ今後はもうちょっと機械入れて、皆さん今いらっしゃる従業員さん楽に作業できるようにって考えているんで、もう少し改良されていくんですけど、これが現物です。すごいちゃんとシンクタイプ、すごい綺麗にさっきと比べ洗って穴とかの汚れも取って、すごいちゃんと手で見てこうやってこうやってるんですね。そうですね、水におお、本当だ。柔らかくなってるんですか、ちょっと。ちょっと柔らかいと思います。そうなんです。お酢と塩の匂いなんですけど、基本塩漬けをしてたレンコンをカットする現場がここになります。奥にちょっと、ヒデさんが見るかな、奥にスライサーって機械があったりとか、まあ、ダイスカッターっていう機械があったり、はい。なので、まあ、ここで機械切り、これぐらいですよね、機械使うの。あとは乱切りとかは手で切るんですけど。そうなんですね。はい。手でやるんですか。さっき冷蔵庫で見ていただいた小袋タイプの水煮はこういうところで作ってます。さあ行くぞ。剣の感じです。ありがとうございます。サムネ何がいいかな。じゃあまあいいか、これ取ったぞみたいな感じ。重い。さっきも農家取った時思ったんですけど、重いですね、一個一個が。すぐしっかりついてる証拠カット。ありがとうございます。すごいな、農家さんやっぱり。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いいえ、お気をつけてください。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。さあ行くぞ。ありすぎて選べないんですね。どう選べばいい？メニューが豊富です。ここはトマト。すごいな。うまそう。うまそう。うまっ。うまっ。うまい。きな粉と小豆に乗ってるんですけど、和の味がします。甘いの大好きなんで、ちょっと早く食べないと溶ける。口の周りを汚しながらいただきたいと思います。うまっ。やばいうまっ。すいません、食レポ下手で相変わらず。甘いソフトクリームの上に本当の抹茶がかかってるので苦味も感じるんですよ。だから多分甘いだけが苦手な人も食べれますね。これアイス食べたくないとか甘いの苦手って思うけど、まあ、食べたら多分苦味があって、なんか和菓子のような感じなね、お上品な味がします。思ったより甘いの苦手な人もお上品な味なので食べてみてください。抹茶にアイスに抹茶ときな粉、砂糖がついてないきな粉と抹茶をのせてることによって甘さが控えめに感じます。お上品な味になってます。なんで甘いのだけが苦手な方も食べれると思います。これなら多分普通のアイスとはやっぱ違いますね。有名で教えてもらった意味が分かりました。今、はい、ありがとうございます。今なんか弘中食品さんの美味しいとこ教えてもらって、もう
食べ終わります。美味しすぎてマジで美味しい。次回はかぼちゃプリンっていうのがおすすめっぽかったんで、かぼちゃ大好きなんで食べてみたいと思います。